皆様、こんにちは。本日は、ビジネスシーンで恥をかかない国語学と大人の語彙力をお届けいたします。この番組は、会社に勤める社会人の皆様をメインのリスナーとして想定しております。しかし、これから社会に出る小中学生の皆様や、一生懸命に日本語を勉強している外国人の皆様にも、きっと役立つ内容となっております。どうぞリラックスして、最後までお付き合いください。最初のテーマはこちらです。間違いやすい尊敬語、謙譲語、丁寧語についてです。日本語の敬語は本当に奥が深くて、そして少しややこしいですよね。外国人の方が日本語を学ぶ際にも、この敬語が大きな壁になると言われています。でも安心してください。基本のルールさえ押さえてしまえば、決して怖いものではありません。敬語は大きく分けて3つの種類があります。1つ目は尊敬語です。これは相手の動作や状態を高めることで相手に敬意を示す言葉です。主語は相手になります。例えば、行くは、いらっしゃる、言うは、おっしゃるになります。2つ目は謙譲語です。これは自分や自分の身内の動作をへりくだって言うことで相対的に相手を高める言葉です。主語は自分になります。例えば、行くは、参るや伺う、言うは、申すになります。そして3つ目が丁寧語です。これは言葉そのものを丁寧にして相手に敬意を伝える表現です。です、ます、ございます、などがこれにあたります。この3つの使い分けがビジネスシーンでは非常に重要になってきます。一番やってはいけない間違いは尊敬語と謙譲語を混ぜてしまうことです。例えば、取引先の人に向かって003は参られますかと聞いてしまうケースです。参るは自分がへりくだる謙譲語ですから相手の動作に使ってはいけません。正しくは、003はお越しになりますかや、いらっしゃいますかです。また、丁寧にしようとするあまり、敬語を重ねすぎてしまう二重敬語にも注意が必要です。例えば、社長がおっしゃられましたという言葉。おっしゃるという尊敬語に、さらにられるという尊敬語を重ねてしまっています。これは過剰な敬語、つまり二重敬語であり、文法的に間違いです。シンプルに、社長がおっしゃいましたで十分なのです。拝見いたしますもよく耳にしますが、実はこれも二重敬語です。拝見するがすでに見るの謙譲語であり、いたすもするの謙譲語だからです。正しくは、拝見しますとなります。さらに、最近よく耳にするバイト敬語やファミコン言葉と呼ばれるものをご存知でしょうか。ファミレスやコンビニなどでアルバイトの方がよく使っている言葉のことです。一見、丁寧で正しいように聞こえますが、実は国語学的には間違っているものが多いのです。代表的なものをいくつかご紹介しましょう。まず、ご注文は以上でよろしかったでしょうかというフレーズです。これ、よく言われますよね。でも、今まさに注文を確認しているのになぜか、よろしかった、と過去形になっています。正しくは、現在形で、ご注文は以上でよろしいでしょうかです。次に、お会計の方、よろしいでしょうかや、メニューの方、お下げします、という言い方です。の方、というのは、本来、方角を示したり、二つのものを比較したりするときに使う言葉です。比較するものがないのに、の方をつけるのは不自然です。シンプルに、メニューをお下げします、と言いましょう。そして、一番有名なのが、コーヒーになります、という表現です。なる、という動詞は、水がお湯になるように、ある状態から別の状態に変化することを意味します。コーヒーになります、と言われると、このコップがこれからコーヒーに変身するの、とツッコミを入れたくなってしまいますよね。少し笑い話のようですが、本当にそういうクレームを入れるお客様もいるそうです。ここは、コーヒーでございます、と正しく言い切りましょう。あと、レジでお金を受け取るときの、1000円からお預かりします、も間違いです。から、というのは、場所や時間の始まりを意味します。正しくは、1000円お預かりします、または、1000円お預かりいたします、です。もし、お釣りがないぴったりの金額を受け取った場合はどうでしょうか。ちょうどお預かりします、は NG です。お預かりするということは、後でお返しするものがあるということです。お釣りがないなら返すものはありませんから、ちょうどいただきます、や、ちょうど頂戴いたします、が正解です。社会人になってからも、こうしたバイト敬語が抜けないと、恥ずかしい思いをしてしまうかもしれませんので、今のうちに直しておきましょう。続いてのニュースです。よく使う言葉、
挨拶、案内、電話対応などについてお伝えします。ビジネスシーンで毎日使う言葉こそ、大人の語彙力が試される場面です。まずは、職場での挨拶です。上司や先輩に向かって、ご苦労様です、と言っていませんか？実は、ご苦労様というのは、目上の人が目下の人に対して、労をねぎらうときに使う言葉なのです。ですから、目下から目上に対して使うのは大変失礼にあたります。殿様が家来に向かって、ご苦労であったというシーンを想像すれば、わかりやすいかもしれません。上司や先輩には、必ず、お疲れ様です、を使いましょう。次に、相手の言うことを理解した時の返事です。了解しました、という言葉、よく使ってしまいますよね。しかし、了解という言葉には敬意が含まれていません。同僚や部下に使うのは構いませんが、お客様や上司には、承知いたしましたや、かしこまりましたを使うのが大人のマナーです。では、お客様をご案内する時の言葉はどうでしょうか。こちらに座ってお待ちくださいは、少し乱暴に聞こえます。座るの尊敬語は、おかけになるです。こちらにおかけになって、お待ちいただけますでしょうか、と言えると、とてもスマートですね。犬にお座りをさせるわけではないので、お座りくださいも避けましょう。電話対応にも特有のマナーがあります。電話に出た第一声、もしもし、と言っていませんか？もしもしは、もともと申すを略した言葉だと言われています。略語を目上の人に使うのは失礼にあたるため、ビジネス電話では、もしもしは使いません。お電話ありがとうございます。株式会社00でございます、と名乗るのが基本です。相手の声が遠くて聞き取りにくいときはどうでしょうか。ちょっと聞こえにくいのですが、と直接的に言うのは角が立ちます。申し訳ございません。少々お電話が遠いようですが、と遠回しに伝えるのが美しい大人の語彙力です。このように言いにくいことやお願い事をするときに役立つのがクッション言葉です。クッション言葉とは本題の前に添えることで言葉の衝撃を和らげてくれる魔法のフレーズです。例えば相手に何かを依頼するときはお手数をおかけいたしますがやお忙しいところ恐縮ですがを添えます。断るときはあいにくですがやご期待に添えず申し訳ございませんがを使います。質問をするときは差し支えなければやもしよろしければを使います。このクッション言葉を一つ挟むだけで相手に対する配慮や思いやりが伝わり、コミュニケーションが驚くほど円滑になります。ただし、使いすぎると回りくどくなってしまうので、適度なバランスが大切です。さて、次の話題に参りましょう。手紙、封筒など送る時の宛先などについてです。デジタル化が進んだ現代でも、ビジネスにおいて書類を郵送したり、メールを送ったりする機会は多々あります。その際に迷うのが、様と音中の使い分けです。これ、意外と間違えている大人が多いのです。基本のルールはとてもシンプルです。様は個人宛てに使います。音中は会社や部署などの組織、団体宛てに使います。音中にはその組織の中にいる方へという意味が込められています。絶対にやってはいけないのが音中と様を一緒に使ってしまうことです。株式会社00音中山田太郎様というのは明らかな間違いです。宛名に会社名が入っていても最終的な宛先が個人であれば株式会社00山田太郎様となります。担当者の名前がわからない場合は株式会社00採用ご担当者様のように書きます。この場合もご担当者様音中とは書きません。また、企業から送られてきた返信用封筒に自分宛ての宛先として株式会社00行や株式会社00宛てと印刷されていることがあります。これをそのままポストに入れてはいけません。必ず行や宛ての文字を二重線で消して書き直すのがマナーです。会社や部署宛てなら二重線で消した横に音中と書き足します。担当者の個人な宛てなら二重線で消して様と書き足します。なぜこんなことをするのでしょうか。返信用封筒を用意する側は自分自身に様や音中をつけるのはおかしいので、へりくだって行と書いているのです。それを送り返す私たちが相手への敬意を示すために行を消して音中や様に直すというなんとも日本らしい奥ゆかしい文化なのです。修正するときは定規を使わなくても構いませんが、丁寧にフリーハンドで二重線を引きます。修正液や修正テープを使うのは NG です。もう一つ覚えておきたいのが、各位という言葉です。これは
複数の人に対して皆様という意味で使う敬称です。関係者各位やお客様各位のように使います。すでに皆様という敬意が含まれているので、関係者各位様とするのは二重敬称になり間違いです。まだまだ続きます。次は座る場所に関するマナーです。ビジネスシーンで絶対に避けて通れないのが上座、上座と下座、下座のルールです。上座とは目上の人やお客様が座る一番良い席のことです。下座とはもてなす側や目下の人が座る席のことです。このルールの起源は日本の古い家屋にある床の間だと言われています。床の間は部屋の一番奥にある神聖な場所で、その前に一番身分の高い人が座ったのが始まりです。現代の一般的なルールとしては、出入り口から一番遠い奥の席が上座、出入り口に一番近い席が下座と覚えておけば間違いありません。出入り口付近は人が通ったり風が入ったりして落ち着かないため、目下の人や案内役が座るのです。では、具体的なシーンで見ていきましょう。一般的な会議室や応接室では、奥が上座、ドア側が下座です。しかし、窓から素晴らしい景色が見える部屋の場合は、景色がよく見える席を上座としてお勧めする臨機応変な対応も必要です。次に、タクシーに乗る場合です。タクシーで一番安全で落ち着く場所はどこでしょうか？それは、運転席の真後ろです。ここがタクシーにおける上座のナンバー1です。続いて、助手席の後ろがナンバー2。後部座席の真ん中がナンバー3。そして、一番の下座は助手席です。道案内をしたり、支払いをしたりする役割があるからです。ただし、お客様が足に怪我をされていたり、着物を着ていて奥に乗り込むのが大変な場合は、助手席や手前の席になさいますか？と声をかけるのが本当の気配りです。では、車用車で自分たちの上司が運転する場合はどうでしょう？この場合は、運転手への敬意を示すため、助手席が上座に変わります。ちょっとした引っ掛け問題みたいで面白いですよね。さらに、エレベーターにも上座があります。エレベーターでは、操作盤の前が下座です。ドアの開け閉めや回数ボタンを押す役割があるからです。上座は操作盤から一番遠い奥の壁側になります。最後に、新幹線や飛行機です。これはわかりやすいですね。窓側が上座で、通路側が下座です。景色が見える窓側が一番快適とされているからです。新幹線の3人掛けの席なら、窓側が1番、通路側が2番、真ん中が3番、1番下座となります。もし皆さんが新人社員なら、迷わず下座にさっと移動できるようになりましょう。さて、前半戦が終了し、ここからは後半戦に入ります。テーマは、食事作法です。ビジネスにおいて、会食や接待は人間関係を深める重要な場です。美味しい食事を楽しみながらも、最低限のマナーは守りたいものです。和食、洋食、中華、それぞれのポイントをわかりやすく解説します。まずは和食です。和食で一番見られているのは、何と言ってもお箸の使い方です。お箸を正しく持てるかどうかで、大人の教養が試されます。絶対にやってはいけない、嫌い箸、嫌い箸というものがあります。食べ物に箸を突き刺す、刺し箸。箸を舐める、ねぶり箸。箸で器を手元に引き寄せる、寄せ箸。これらは一緒に食事をする人を不快にさせるので、やめましょう。また、お椀の蓋の扱いにも注意です。食べ終わった後、蓋を裏返しにしてお椀に重ねる人がいますが、これは器を傷つける原因になるので NG です。出された時と同じように、元通りに蓋をかぶせておくのが正しいマナーです。貝のお味噌汁の貝殻も、蓋の上に出すのではなく、お椀の中に入れたままにしましょう。続いて、洋食のマナーです。テーブルにナイフやフォークなどのカトラリーがたくさん並んでいて、焦った経験はありませんか？ルールは簡単です。一番外側から順に使うこれだけです。もし間違えて使ってしまっても、慌てる必要はありません。ウェイターさんがそっと新しいものを用意してくれます。食事の途中で手を休めるときは、ナイフとフォークをお皿の上に、ハの字になるように置きます。食べ終わったら、ナイフとフォークを揃えて、お皿の右下、時計の4時か5時の方向に斜めに置きます。これがごちそうさま。お皿を下げてくださいというサインになります。ナプキンの使い方も重要です。食事が終わって席を立つとき、ナプキンをきっちりきれいに折りたたんでテーブルに置いていませんか？実はこれ、料理が美味しくなかったサービスに不満がある
という裏のサインになってしまうのです。ですから、食後はナプキンの角を少しずらして、あえて無造作に、ふんわりとテーブルの右側に置くのが正解です。美味しくて、ナプキンを畳むのも忘れてしまうほどでした、という意味が込められています。最後に中華料理です。中華料理といえば円卓ですが、これにもルールがあります。大皿料理は時計回りに回し、主品から順番に取っていきます。和食とは違い、中華では器を手に持って食べるのはマナー違反です。器はテーブルに置いたまま、レンゲと箸を使って食べましょう。また、取り皿は料理ごとに新しいものを使うため、食べ終えた取り皿はテーブルに重ねて置いて構いません。ただし、回るテーブル、ターンテーブルの上に、自分が使い終わったお皿やグラスを置くのは NG です。ターンテーブルは、みんなで共有する料理だけを置く場所だからです。そして、中華特有の面白いマナーがあります。それは、大皿料理は、ほんの一口分だけ残す、ということです。全部きれいに食べてしまうと、料理が足りなかったよ、というサインになってしまいます。一口残すことで、もう食べきれないほど、たくさんのおもてなしを受けました。大満足です、という感謝の表現になるのです。国が変われば、マナーも大きく変わるものですね。さあ、番組も終盤に差し掛かってまいりました。テーマは、冠婚葬祭のお祝いとお返し、そして3回のお礼です。結婚や出産などのおめでたい出来事があったとき、会社の方や親戚からお祝いをいただくことがあります。その際、お返しはどうすればいいのでしょうか。基本的には、お祝いをいただいた方には、内祝いという形でお返しを送ります。結婚式に出席していただいた方には、当日の料理と引き出物がお返しになるので、別途内祝いは不要です。式に参列していない方からお祝いをいただいた場合に、内祝いを用意します。お返しの金額の相場は、いただいた金額の半額から3分の1程度が目安です。これを半返しや3分の1返しと呼びます。同僚や友人など対等な関係の方には半返しが基本です。しかし、上司や親戚から高額なお祝い、例えば5万円や10万円をいただいた場合は注意が必要です。きっちり半額を返してしまうと、せっかく新生活を応援しようと思ったのに、突き返されたと受け取られ、かえって失礼になることがあります。高額なお祝いの場合は、3分の1から4分の1程度のお返しに止めるのが大人のマナーです。品物としては、お菓子やタオルのほか、相手が好きなものを選べるカタログギフトも大変人気があります。現金をそのままお返しするのはマナー違反ですので避けましょう。また、包丁などの切れるもの、ガラスなどの割れるものは縁起が悪いので結婚のうち祝いにはタブーとされています。そして、品物を送ること以上に大切なのが、感謝の気持ちを伝えることです。ここで、人間関係を劇的に良くする3回お礼の魔法をご紹介しましょう。ご馳走になったり、お祝いをいただいたりしたとき、皆さんは何度お礼を言いますか？ほとんどの人は1回、多くて2回だと思います。しかし、本当にできる大人は3回お礼を言うのです。1回目は、その場で直接お礼を言います。プレゼントを受け取った瞬間や、ご馳走になってお店を出るときに、ありがとうございます、と伝えます。2回目は、その日、または翌日の午前中に、メールや LINE などでお礼を伝えます。昨日は本当にありがとうございました、と文字にして残すことで、誠実さが伝わります。そして、差がつくのがここからです。3回目は、次にその人と直接会った時です。数日後、あるいは数週間後に顔を合わせた時に、そういえば先日はありがとうございました。あのお菓子、家族で美味しくいただきましたよ、とか、この間の飲み会、本当に楽しかったです、と、もう一度お礼を言うのです。これには相手も驚きます。社交辞令ではなく、本当に喜んでくれたんだな、と強く印象に残り、あなたの好感度は爆発的に上がります。これはお金もかからず、誰にでもできる最強のコミュニケーション術です。ぜひ、明日から実践してみてください。いよいよ最後のニュースとなりました。日本と海外のマナーの違いについてです。グローバル化が進み、外国人の方と一緒に働く機会も増えましたよね。日本人が当たり前だと思っているルールが、海外では全く通用しない、あるいは驚かれてしまうことがたくさんあります。すれ違いを防ぐために、いくつかのポイントを知っておきましょう。まずは、挨拶です。日本では、頭を下げるお辞儀が基本ですよね。しかし、欧米では、握手やハグ、アイコンタクトが基本です。
外国の方と挨拶するとき、お辞儀をしながら握手をするお辞儀握手をしてしまう日本人が多いですが、これは自信がなさそうに見えてしまうので、海外ではあまり良い印象を持たれません。相手の目を見て、しっかり握手をするのがグローバルスタンダードです。次に、すみませんの多用です。日本人は、ちょっとしたことでもすぐに、すみませんと言いますよね。道を譲ってもらった時や、声をかける時にも使います。しかし、海外では、謝罪は、自分の完全な非を認める、という重い意味を持ちます。何も悪いことをしていないのに、I'm sorry を連発すると、この人はなぜずっと謝っているのだろう、と不思議がられ、場合によっては下に見られてしまいます。感謝の時は、堂々とありがとう、サンクユー、と言いましょう。コミュニケーションの取り方も大きく違います。日本では、相手の顔を立てて、はっきりと、ノーと言わない文化があります。前向きに検討します、や、ちょっと難しいかもしれません、と遠回しに言えば、日本人は、ダメなんだな、と空気を読んでくれます。しかし、海外ではこの空気を読む、という文化は通用しません。イエスか、ノーを明確に伝えないと、結局どっちなんだ、とイライラさせてしまいます。できないことは、はっきりと、ノーということが、逆に相手への誠意として評価されるのです。また、日本人は人の話を聞くときに、へえ、なるほどそうなんですね、と頻繁に相槌を打ちますよね。これは、あなたの話をちゃんと聞いていますよ、というサインなのですが、欧米などでは相槌が多すぎると、話を遮られている、と感じたり、落ち着きがない、と思われたりすることがあります。静かに相手の目を見て、時々うなずく程度がちょうど良いとされています。そして、日本特有のお客様は神様です、という精神。日本では店員さんがお客様に最高のサービスを提供し、時にはへりくだりますが、海外では店員とお客様はあくまで対等です。レストランで店員さんを呼ぶときに、すみません、と大声で呼ぶのはマナー違反とされる国も多いです。アイコンタクトで合図を送るか、近くを通ったときに静かに声をかけるのがスマートな大人の振る舞いです。このように、国が違えばマナーも常識も違います。どちらが正しい、間違っているというものではありません。お互いの文化の違いを知り、理解し合う姿勢を持つことが真の国際人であり、成熟した大人のマナーと言えるでしょう。さて、長らくお送りしてまいりましたラジオニュース、ビジネスシーンで恥をかかない国語学と大人の語彙力、いかがでしたでしょうか。敬語の使い分けから、電話やメールのマナー、座る場所のルール、食事の作法、冠婚葬祭の知識、そして海外との文化の違いまで、幅広くお伝えいたしました。今日からすぐに使える知識がたくさんあったかと思います。マナーや言葉遣いというと、どうしてもルールや規則として堅苦しく捉えられがちです。しかし、その根本にあるのは、決して自分を縛るものではなく、相手への思いやりや、相手を不快にさせないための配慮です。クッション言葉一つ、お辞儀の仕方一つ、ナプキンの置き方一つに、相手を大切に思う気持ちが込められています。言葉は、自分の心を形にして相手に届けるための素晴らしい道具です。多少敬語を間違えてしまったとしても、相手を敬う真心があれば、きっとそれは伝わります。その真心をさらに美しく包み込むラッピングとして、今日ご紹介したような大人の語彙力やマナーを身につけていただければ幸いです。この番組が皆様のビジネスライフ、そして日々のコミュニケーションをより豊かで楽しいものにするお手伝いができれば、こんなに嬉しいことはありません。それでは、本日はこのあたりでお別れとさせていただきます。最後までお聞きいただき、誠にありがとうございました。今日も一日素敵な時間をお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。